はい、今回はいつものキャンピングカー紹介動画ではありませんが、ここ北海道も2022年の1月に久しぶりに本気を出してきて大雪が降りました。このチャンネルをご覧になっている方で、雪国北海道でキャンピングカーの上に雪がたくさん積もった場合に一体どのようにして雪かきをしているかっていうのを気になっている方も多いかと思います。そこで今回の動画はキャンピングカーの上に雪がたくさん積もった時の北海道流の雪かきの仕方、そしてその時のですね注意点についてご紹介していきたいと思います。はい、この動画を最後まで見ていただくと、北海道や雪国でキャンピングカーに大雪が積もった時の雪下ろしの仕方についてわかりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方もしくはですねキャンピングカーご購入を検討されている方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。今はこれ住宅街なんですけども、路肩にですね積み上げられた雪が1メーター以上もしくはですね2メーター近くあるところもあるんですけども、本当はねこれ2車線あるんですけどね、1車線になっちゃってすれ違うのも結構ねやっとなんですよ。でこのように主要幹線道路は除雪業者さんがですね朝からね除雪してくれてますので、なんとかこのようにね走れる状態にはなってます。先日関東で雪が積もってですね大混乱に、なってましたけど、ここ北海道ではですね10センチやね、30センチぐらいの雪だったら別にですね渋滞になることもね、混乱になることもないんですけども、今回はですね札幌近郊でも約50センチ、多いところでね70センチ以上ね雪が降りました。さすがにね北海道も50センチね積雪を超えてくると何らかの弊害がね出てきます。例えば JR やバスなどの公共交通機関の遅延や、飛行機の欠航などもね出てくるんですけども、これはねやっぱり通勤や通学にね影響が出ます。でまたですね至るところでこれ、事故もねやっぱ多発しますので、そうなってしまうと、道路のね渋滞もね起こります。これはですね札幌に続く道になってるんですけども、このようにですねほとんど渋滞してないですよね。札幌中心部の方に行くと結構ですね渋滞が少しずつあるんですけども、このようにですね街を離れるとあんまりですね渋滞はねない状態です。この辺は北広島市といって札幌の隣に位置しております。車で30分ぐらいの場所にあるんですけども、会社の目と鼻の先にですね日本ハムファイターズの新球場エスコンフィールド北海道を建設しております。この三角形の屋根の部分がですね毎日これで通勤のね道路で見えるんですけども、結構ですね近いところで今ねボールパークを作っております。いつもね会社からこのね建設中のクレーンがね見えるぐらいの距離にあります。分かりづらいんですけど、この屋根の上に見えるのが実はですね建設中のねクレーン車になります。はい、会社に到着したんですけども、このようにですねキャンピングカーが完全に塩釜焼き状態になっております。北海道の個人宅ではなく、このように会社だったらこの雪かきはね手作業だったら全然終わらないんですよ。なのでこのようにですねうちはねホイールローダーがね2台あります。このね手前の黄色いのが2号機で、バケットがついてますので、主にですね雪をこういう風にねかいたりだとか運んだりしてくれる役目をしております。奥のねオレンジのやつが1号機でね結構大きめのタイプになります。はい、実際にですねこう歩いてみるとこのような感じになっております。基本ですね車が通れるところをねこう除雪をして、ある程度の場所にこのようにね雪を溜めて、先ほどのねバケットのものでこのようにですね雪を運んでいくんですけども、このね高さがねだいたいもう2メーター以上に、なっております。毎朝ですね雪が降って会社に来るとですねこの雪の積もり具合によってぐったりくるんですけども、この日はね特にやっぱり降る量がもう50センチを超えてたので、非常にですねもう気が重いですね。キャンピングカーをですねお客様に見せる以上ですね雪が積もった状態だとか除雪をしてないね、車屋さんは見る気をねやっぱなくしちゃいますので、そういった意味でもねやっぱり車はきれいに除雪しないといけませんので、重い腰を上げてですね除雪したいと思います。もうこのよりですね何の車種なのかっていうのがね全くわからない状態ですよね。
今ですね、このように私が歩いてきたところの雪をかいただけでですね、このようにもう2メーター以上のね、雪山ができてます。で、これをですね、タイヤショベルでこうね、後ろに運んでいくんですけども、これが結構ね、時間かかりますよね。はい、ここはですね、ハイエースのバンコンコーナーなんですけどもね、全くどの車種かはね、分かりませんよね。でね、これちょうどハイエースのフロントグリルあたりまで雪がありますので、雪のですね、多さがね、わかるかと思います。北海道の雪って基本ですね、気温が低いのでサラサラしたですね、パウダースノーと言われるものなんですけど、今回のこの大雪のね、雪はですね、もうベタ雪、もう非常に重くてですね、大変でしたね。実際ね、メジャーで積雪を測ってみたんですけどもね、だいたい60センチぐらいのね、積雪がありました。はい、このようにですね、長靴を履いて足を踏み入れてみると、膝までね、雪がつくんですよ。これで完全にね、長靴の中に雪がね、たんまり入ってます。一台一台積もった雪を下ろしていきますので、まずですね、車のエンジンをかけて暖気をしてね、ちょっとですね、温めた状態で雪下ろしをしていきます。これね、軽キャンなんですけどね、これドアのね、ところまで雪が積もってるので、このような感じでね、ちょっと半ば無理やりドアを開けてエンジンをかけます。基本ここで屋根の雪を下ろしてですね、車を移動させて、その落ちた雪をですね、タイヤショベルでね、かいていきます。軽キャンやバンコンはこのですね、脚立を使って屋根の雪をですね、丁寧に下ろしていきます。さすがにね、大雪だったので、ちょっとね、車をちょっと移動させてからね、雪下ろしをしたいと思います。雪下ろしをしやすいのでね、このように車をずらしてみました。ここはね、軽キャンコアなんですけど、これインディとバロッコとミニチュアクルーズなんですよ。雪が約60センチも積もってしまいましたので、軽キャンといえどもですね、バンクベッド付きのキャンピングカー並みのですね、高さになってしまいました。この車両はミニチュアクルーズといった軽バンコンなんですけども、雪が積もってですね、ハイエースのバンコン並みの高さに、なっちゃってますよね。これをですね、レクビーさんのホビクルオーバーランダー4なんですけどもね、このようにスノーブラシを使ってですね、あらかたね、雪を落としていきます。そしてフロントガラスが終わったら、今度ね、脚立を使ってね、上の方から積もった雪をですね、下ろしていきます。この場で車の上の雪を全部下ろしたら、実際に車を移動させて落ちた雪をですね、タイヤショベルで全部かいていきます。はい、それでは実際にバンコンタイプの雪下ろしをしていきたいと思います。まずこの脚立を車の横に立てます。そして上半身が出るぐらいまでの高さまで登って雪をかいていきます。このスノーブラシは実は業務用の少し大きめタイプのものですので、市販されているものではちょっとやりづらいかもしれないんですけども、このようにですね、順番に上から雪を下ろしていきます。手順としては洗車と一緒です。まずルーフが終わったら、次にフロントガラスやサイドガラス、そしてボンネット、その後はグリルやフロントバンパーといって上から順番に下ろしていきます。はい、そうするとですね、このように分かりますかね、これフロントグリルとバンパーとフォグランプの、位置がくっきりね出ちゃってますよね。ここまで雪がねあったんですよ。続いてトレーラーコーナー、これねエメロードなんですけども、このようにですね A フレームが完全に隠れてしまっております。トレーラーは接続部分が前ですので、ここのね雪を完全にどかさないと車をですね移動させることはできません。このようにトレーラーやキャブコンタイプはですね、脚立を使って上に実際に登ってしまいます。で、そのためにですね、まずは人一人が上がれるスペースをですね、このように雪をかいて、場所を作ります。よくキャンピングカーの上って人が乗っかっても大丈夫って話をされるんですけども、大丈夫です。このようにですね、毎回私たちも雪下ろしするときは上に登って雪下ろしをします。その際、このように長くて大きい脚立が必需品になりますので、
雪国でですね、雪をちゃんと下ろしたいって方は、こういうですね、大きめタイプの脚立を用意した方がいいかと思います。それでは実際にキャブコンタイプの雪下ろしをしていきたいと思います。まず脚立をかけて後ろから登ります。そして人一人が上がれるスペースをまずですね、雪かきをします。余談ですが、キャブコンタイプのですね、キャンピングカーの場合、ここ北海道ではですね、リアラダーのオプションをですね、おすすめしてます。その理由としましては、このように実際に上に登って雪下ろしをすることができますのでね、結構キャブコンタイプを買う方にはおすすめしているアイテムになります。脚立とリアラダーを併用することによって安全に登ることが可能です。ここで注意が必要なんですけども、キャブコンタイプは特にボディと長靴の間に雪や氷が挟まると非常に滑ります。実はこの時非常に危なかったんですよ。これイグアスっていう車両でルーフにですねバーがついてますので大丈夫だったんですけど、この瞬間にねこれ右足がねずっと滑るんですよ。はい、この時これ完全に軸足をね持ってかれたので、このバーがなかったら今頃ですねイグアスの上からね落ちていることになってました。あともう1点注意点としては、ルーフの上に雪がたくさん積もるとベンチレーターやソーラーパネルといった装備品が分かりづらくなるんですよね。なので勢いよくスコップで雪かきをするとよくですね壊したりだとか踏んでしまったりっていうことがありますので、屋根の雪をね下ろすときはこのようにスコップを使って優しく雪を下ろすことが基本かと思います。ご覧の通りキャブコンタイプにはほとんどリアラダーが装備されております。リアラダーは洗車はもちろんですけども、やはりですね冬の間の雪下ろし用にあると非常に便利かと思います。キャンピングカーや特にこういうですねキャブコンタイプのルーフに雪を乗せたまま走行するのは非常に危険です。対向車にぶつかったりだとか後続車に影響を及ぼすことがありますので、事故を未然に防ぐという観点でもリアラダーは装備しておいた方がいいかもしれません。はい、そしてルーフやフロントに乗った雪を全部下ろした後は車を移動させてホイールローダーでこのようにですね雪を集めます。この日はやはり積雪量が半端ではなかったですので、朝9時から、除雪を始めまして、結局あらかた終わったのが夕方のね6時過ぎまでこの作業をずっとやっておりました。で北海道除雪あるあるなんですけども、せっかく綺麗にね除雪してもまた次の日同じぐらいの量が降るということがたまにあるので非常にがっかりきます。ですがせっかくお客さんがキャンピングカーを見に来てくれたのに雪がこんもり乗っかっているとですね非常に印象が良くもありませんので、そこはですねぐっとこらえて一台一台綺麗にですね毎日このように除雪をします。はい、今回はいつものキャンピングカーの紹介動画ではありませんが、このようにですね冬のルーティン動画でもないですけども、雪が降った場合にですねキャンピングカーの雪下ろしの仕方と、注意点について簡単にご説明してまいりました。雪下ろしで必要なアイテムとしましては、軽キャンやバンコン、キャンピングトレーラーにお持ちの方はやはりですね大きめな脚立があった方がいいかと思います。キャブコンにお乗りの方はオプション装備としてリアラダーをつけることをお勧めします。そしてキャンピングカーの上は約3メーターぐらいの高さがありますので、安全に十分配慮して除雪作業をした方がいいかと思います。スノーブラシやスコップを使う場合もルーフについている装備品を壊さないように慎重に雪下ろしをした方がいいかと思います。はい、今回も少しでも参考になりましたら高評価と、今後もですねいろんなキャンピングカーやキャンピングトレーラーにまつわることをご紹介していきますので、ご興味ある方はですねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。